はい、皆様、こんにちは、しみしょうです。今回はですね、皆様に大型トラックの塗装の方をお見せしていきたいと思います。なんとですね、こちら新車の状態でセノプロに入ってきて、そこから塗装という段階でございます。そして、いつもですね、セノプロでは塗装する前に必ず、このような感じで外せるパーツを外し、そして箱の中の整理整頓等ですね、塗装する前の段取りをしてから、いつも塗装しております。なので今回は皆様にどのような感じで大型トラック色を塗ってるかというのをですね、動画の方でご紹介していきたいと思いますので、またいつもと違う視点でですね、皆様見ていただけたらなと思っております。それではぜひご覧ください。はい、これからですね、このトラックのキャビンをバラしていきたいと思います。はい、皆様見ての通り、今回は前回りからバラしていきたいと思います。まずフロントパネルを取ります。そしてグリルを取って、グリルのメッキ部分を取ります。ここのメッキはですね、セノプロのブラックメッキに変えるから絶対に取ります。そしてこちらミラーでございます。助手席のミラーは運転席と比べてパーツが多いので大変です。ネジもたくさんあるのでなくさないように要注意。引き続きワイパー取っ手等をですね、取り外していきます。ドアウインカーもさっと取ります。グッと。はい、続いてはですね、こちら運転席側のドア内をバラしていきたいと思います。運転席側のドア内、こちらまず外していくと、なんと取っ手と鍵が隠れております。なのでまず鍵を外しての、そしてこれで今ネジを外して取っ手も取れました。こちらも塗ります。こちらのドア内のゴムをパパパパパッと取っていきます。いいね、この速さ最高。来ました。組バラしで一番僕が好きな場所でございます。こちら足回り、特にですねステップバラしてる時が最高に楽しい。はい、続いてはフェンダーをバラしていきます。ここフェンダーバラ先ですね、17、14のネジが硬くて毎回大変でございます。もっとねマッチョにならなきゃいけないですね。今中で観音扉のペイントをするところでございます。はい、今これは何をしてるんですか？今端組んで、はい、綺麗に拭き取ってます。すごいですね。たくましく大きな背中ですね。じゃあこれからもう色塗っていくんですね。密着炉塗って。そうですね。なるほど、わかりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、塗装の段取りはですね、まず観音扉を塗ってから箱の天井を塗っていきます。そして天井を塗ったらウイングを塗って、そしてウイングの次は煽りを塗ります。そして煽りを塗ったらこちら特攻枠門口立ち上がりを塗っての、最後箱の前壁を塗ってキャビンを塗るといったような段取りとなっております。いよいよですね、ガンに塗料を入れているところでございます。ってことはですよ、もちろん塗装に入りました。こちら観音扉をねバババババーと塗っていきます。はい、完成。いよいよですね、塗装ブースのリフトを使って作業を進めていきます。先ほども言った通りですね、こちら天井から塗っております。天井はですね結構筋肉も使うし本当に大変です。ガンのパターンを絞ってジェット吹きをしてなんとか塗っております。そして綺麗ツヤツヤ。続いてはですね、みんながしんどいっていうウイングペイントでございます。まずこのデカさよ。そしてこちらかっこよくブースの中に皆さん入ってきましたね。このリフト操作してるのは僕です。フォルムがダサい。そういえばですね、この間 NHK の方に出演させていただいたんですけど、その際もこの帽子かぶってたんでちょっと恥ずかしかったです。そしてみんなが嫌がるウイングペイント、その理由はですね、こちらスクワットなんですよ。スクワットをするだけだったらまだいいんですけど、ウイングで色を塗ってるので止めることができない。これがまたしんどいんですよ。まあめっちゃ鍛えられるんでいいんですけどね、ポジティブ。そしてウイングを塗り終えて次煽りも塗り終えました。煽りも煽りでこちらめちゃくちゃ往復するので腕と足が死にます。続いては床枠門口立ち上がりでございます。こちらはですね結構マスキングが複雑で大変です。養生酒をかぶっていますがふざけているわけではございません。こうやって貼るとめちゃめちゃ貼りやすいんですよ。皆様も真似してみてください。続いてはですね、反対側も皆様別のアングルで見てもらいたいと思います。こう軽やかにカッターで養生酒を切ってパパパッと貼っていきますよ。真ん中も貼るのでこのような感じでテープを先に貼ってから上に養生酒を貼るというこのような貼り方がですね、この辺は一番貼りやすいです。そして上にもちゃんとペッペッと押さえて、そして反対側もですねこんな感じでマスキングしていきます。反対もここ黄色に塗るので大切ですよ、このマスキング。
見た目は悪いけど完璧マスキングの完成です。続いてはですね、塗り終わった煽りをですね、マスキングしていきたいと思います。床枠を塗るので、ここの煽りのマスキングは超重要。少しでもマスキングテープがはみ出てたりしてたら、そこだけミストが入っておかしくなってしまうので、慎重にいきます。調子どうですか？調子はすこぶる大丈夫です。はい、了解です。塗装場のムードメーカー、今日も絶好調。いよいよですね、長いマスキングが終わり、左僕、右ムードメーカー、2人でですね、後ろ立ち上がりを塗っていきたいと思います。他のお二人はですね、前から床枠をガーッと塗ってきているのがこの画面でわかるかと思います。塗装はですね、段取りよく慎重に塗っていくのが超重要。別にマスキングでたくさん区切って何回かに分けて塗るのもいいんですけど、それでしたら乾く時間を待ったりとか、あとはですね、無駄に養生酒を使ってしまってそれでコストが上がってしまう、そういうのをですね考えた結果、4人で一気にバーッと塗るこの塗り方がですね生まれました。この4人塗りを編み出してからはですね、本当にですねすごく時間の短縮になりました。そしてなんとか綺麗に塗り終えましたよ。そして箱のペイント、最後のこちら前壁ペイント、こちらもですね、この歩みに乗ってバランスをとって塗るのが難しい。体幹も鍛えられるし最高ですね。まだまだ塗装は終わらない。ここから一番神経を使うキャビンをペイントしていきたいと思います。キャビンを塗るので向きを反対に入れ替えました。マスキングとペーパー掛けのシーンは省略させていただいて、いきなりペイントのシーンでございます。見てください、この真剣そのもののこの姿、これがまたねめちゃめちゃ気使うんですよね。やっぱり綺麗に仕上げていくので大変です。ドア打ちもこのような感じで一緒に塗っていきます。前まではハイルーフで区切っていたんですが、今は1回でキャビン丸々塗り上げてしまいます。どんどん黄色に染まっていきます。そして車の横では小物もペイントしてます。これも効率を考えた段取りでございます。キャビンを塗り終えた後の達成感は本当に最高です。見てください、小物も綺麗に塗り終えました。これからですね、組み付けに移ります。いつもですね、組み付け等をするときはこのような感じで音楽がかかっていることが多いです。このような感じで2人で組んでいきます。そして皆様に完成したトラックを見ていただきたいと思います。それではご覧ください。はい、皆様いかがでしょうか。今ですね、ずーっと皆様に作業工程を動画の方で見ていただいたと思うんですけど、そちらのお車がですよ、このような感じで真っ黄色に仕上がりました。パチ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 。トラックのカスタムといったらやっぱ全塗りという作業が入ると大きく車の印象が変わりますので、今回はですね、皆様に塗装の工程をですね、大雑把に見ていただきました。このような感じですね、いつも僕たちはトラックをね、塗りまくってます。本当にえぐいぐらい塗料を使ってね、塗りまくってます。でもね、本当に面白いことに、こうパーツに一つ一つ塗っていくんですけど、いつもこの箱、ボディからいって、天井、ウィング、煽り、床枠、立ち上がりで、前壁という感じで箱を終わらせてから、キャビンに行くんですけど、で、キャビンが終わったら車を抜きます。で、見ていただいたようにね、小物をブワーって塗っていって、で、最後組み付けをしていくんですけど、なんかもうね、この作業ずーっとね、もうやっていると、勝手に手が動きます、マジで。勝手に手が動いて、で、勝手にもう知らん間に塗り終わってる。もうそんな感じなんですけどね、本当にもう、この作業も慣れたもんですよ。はい。でもやっぱ楽しいですね、本当に。こう、やっぱトラックが完成した姿を見ると、本当に元気が出ます。やっぱ頑張って塗ってよかったなーって。はい、そんな思いになります。はい、それでは皆様にトラックを見ていただきたいと思います。ちょっと近づいて見ていきましょうか。いつも僕のチャンネルでは完成したトラックをご紹介させていただくんですけど、今回はですね、作業風景をメインとした動画となりました。それでですね、少しテンポよく皆様にご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。このような感じでですね、風防もついて、作業灯もついて、バイザーもついて、ワイパーガードもついて、グラインダータトもついてという感じで前回りやすいのがございます。ただいつもと違う点と言いましては、こちらですね、塗り分けでこうグラデーション塗装をしております。真ん中緑のメタリックから左右黄色にふわっと
なっていくような塗装でございます。で、アンダーバーも、こちら緑のアンダーバーですね。これすごい綺麗な色ですよ、緑。で、ミラーも緑と、メタリックのね、すごい綺麗な色ですよね。で、横回り見ていただきますと、ホイールもですね、センターカバーもついておりまして、今回安全窓をペイントさせていただいております。ほら、こちらすごくないですか？先ほど動画で見ていただいた扉ですよ。こう塗り終わったらテッカテカになってるんですよ。素晴らしいよね。それでさ、こっち見ていただくと、ほら、でれん。綺麗です。ネズミ。ネズミ。ネズミやね。何リス。おー、リス、これ何これ。チーター違う何まあ、いっか。はい。すいません、少し話がずれました。それで見てください、この箱真っ黄色でしょ？これも頑張って手で塗ってるってすごくないですか？マジで、俺最初ほんとこの仕事に就く前はね、もうこれどうやって塗ってんだろう、どうせ機械だろうと思ってたらまさかの手でしたね。まあ、ただね、ほんと塗装してみて思ったのが、案外機械に任せるのってむずいみたいです。その分量とか、目で見て判断するとか、やっぱそういう知識が伴ってくる作業だと思いますので、本当にね、塗装は奥が深いですね。それでですね、この塗装の色なんですよ、まずね。真っ黄色すごくないですか？僕ね、たまに、とかね、妄想することがあるんですけど、僕も運送会社するのであれば、こう、すごい目立つ色にしたいなっていう思い出はございます。ただ、僕の場合はですね、もうそんな資金調達が絶対無理なんで、もう最初はどれだけお金をかけないで運送会社やろうかなとか、一回考えたこともあるんですけど、難しいですよね、本当に。事業をやられてる方ってすごいなぁと、最近めちゃめちゃ思います。僕も何かしらやりたいんですけど、なかなか行動ができない21歳でございます。本当にそろそろ何かしなきゃやばいなとは思いつつ、停滞しております。はい、それでね、ほら、どう？これ、ファンクションアンプとかもこうね、仮想物もいっぱいつくんですよ。塗装が終わってからの、こう、組み付けに入るので、本当に塗装ってね、その、他の作業、皆様ね、電装とか仮装とかたくさんあるんですけど、その作業を任せてるって考えると少しね、急がなきゃーって思いもあるんで、塗装はね、結構大変だと思います。はい。ただ、やっぱり、この塗り上がって皆様に感動を伝えられるっていうのは本当にでかいなぁと。この技術はね、今後とも、もう僕生きていく上で本当に活かしていきたいなと思ってる技術でございます。もうすぐね、このセノプロトラックスの塗装をし始めて4年になるんですけど、いや、本当にすごいたくさん知識ついたなと思います。もう本当先輩方には感謝でございます。まあね、そんな思いも、はい、持ちつつではあるんですが、今回もこちらのお車のご紹介終わりたいと思います。またですね、いろんな視点でこちらトラックのご説明していきたいと思っておりますので、ぜひともご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。それではですね、今回も皆様ご視聴の方ありがとうございました。またご視聴いただければ嬉しいです。それではまたねー。